I speak Yukalish 英会話力ゼロで渡米し、アメリカの大学に飛び込み、現在はオーストラリア在住7年目になります。ゆかです。In this video, I'll be sharing scenes from our daily life in Australia through our family's ABC Japanese channel. I'll select simple yet commonly used expressions from our everyday conversations and explain the usage in real English, making it easy to understand even for those who have just started learning the language. 今回の動画では、私たち家族のオーストラリアでの生活の様子を配信している ABC Japanese の動画の日常会話から簡単だけど現地でよく使う表現を選んで、英語学習を始めたばかりの方でも理解しやすいリアルな英会話の使い方を解説していきます。特に息子のショーンの英語はすごくシンプルでわかりやすいです。今3歳半なんですけども、彼の場合特に日本語と英語が両方同時に入っていってるので、すでにショーンが3年半かけて取得している表現ってやっぱ限られてくると思うんですよね。一つの言語だけじゃなくて2つ同時に入っていると。なのでそれぞれ日本語もそうなんですけど、英語の方もよく周りで話してるフレーズっていうのが入ってってるんだなっていうのをすごく見てて感じるんですよね。なので、ショーンの使う英語表現は英語学習の初心者の方にとってもかなり役立つんじゃないかなと思って、今回こういう形で参考動画として使っております。そして今回は途中でリスニングのクイズも入れてみました。これ何言ってる？ぜひ挑戦してみてください。ちなみに今回参考にしていく動画の本編の方では、日本語の字幕機能をオンにすると、英語と日本語の両方が表示されますので、学習にお役立てください。説明欄にリンクを貼っておきます。それでは実際の会話を聞きながら役立つ表現や使い方のポイントを一緒に見ていきましょう。I got some egg, Mom. Okay, thank you. はい、ここでショーンが言った I got some egg, Mom っていうのは日本語で言うとママ、卵取ってきたよっていう意味なんですけど、この I got some eggで、ショーンは複数形の S は省いてて、エッグって言ってるんですよね。スーパーで売ってる卵って1個じゃなくって10個とか入ってますよね。で、あれを卵を取ってきたよっていうときは、I got some eggs って言って、S をつけるのが自然な英語にはなります。だけど、特に子供が話す場合には、こんな感じで複数形の S が省かれるってことがよくあります。このようなちっちゃな間違いっていうか、日常会話でよく見られるものですね。私も普段意識してないので多分ぐちゃぐちゃになってると思うんですけど、なので特段気にしなくても大丈夫ですっていう感じです。ただそれを気にしすぎちゃって、複数形だっけ単数形だっけっていうので、それでぐちゃぐちゃしちゃうよりも、そんなこと全く気にしないで、思った通りに表現した方が私はいいと思っているので、一応、お伝えしておくと、正確な表現の場合は、I got some eggs, mom. この場合ですね。I got some eggs, mom. っていうのが自然ではありますということで一応お伝えしておきます。そしてショーンが I got some eggs, mom って言った後に、私が Thank you って言うんですけど、その後にショーンが何て言うかっていうのを次見ていきましょう。Thank you って言われた時の返答ですね。はい、じゃあ見ていきます。I got some egg, Mom. Okay, thank you. No problem. はい、聞き取れましたでしょうか？ Thank you って言った後にショーンが No problem って言ってます。で、この No problem なんですけど、めちゃくちゃよく使います。学校で習うのは You're welcome。どういたしましてっていう意味で You're welcome 習いますよね。で、これも普通に全然使うんですけど、これよりももうちょっとカジュアルな意味で No problem っていうのは使えますので、ぜひ一つ覚えておいてください。で、あと、Thank you って言われた後の返しとして、他には My pleasure っていうのもあります。これは少し丁寧な印象がありますね。あとはオーストラリアではもっとカジュアルな表現として No problem 同様に No worries っていう返答もよく耳にします。Thank you, no worries ですね。で、実際自分では使わなくても Thank you って言われた時の返答としていくつかのバリエーションをしておくと、逆に言われた時に何みたいな感じにならない。動揺しなくて済むと思うので、ここでちょっと慣れておきましょう。Thank you, no problem. Thank you, my pleasure. Thank you, you're welcome. で、まとめると、ここでのショーンと同じで、Thank you と言われたら、No problem と覚えておけばバッチリです。No problem 本当によく使います。多分一番使うんじゃないかなって思います。私がアメリカに住んでた時も、今オーストラリアに住んでる時も、一番聞くのが No problem な気がしますね。No worries って例えば言うのは、No worries っていう返答は、
アメリカではあんまり聞かなかったですね。ちょっと覚えてないだけかもしれないんですけど、あんまり聞かなかったっていうのは確かに記憶してるので、地域によって変わってくると思うんですけど、no problem っていうのはもうどこでもよく聞く返答になるので、一個これ覚えとけばバッチリかなっていう感じで思ってます。そうそう。で、大学時代、アメリカの寮生活をしていた時には、メッセージのやり取りの中で、NP っていう言葉だけが送られてきたことがあったんですよね。友達とやり取りしてて、NP。で、なんだと思ったんですけど、これは、No problem の略だったんですよね。初めて見た時に、ってそれだけみたいな。日本みたいに絵文字とかも一切使わない。今はね、ちょっとした使ったりするんですけど、基本的にさっぱりしてるんですよ。英語でのやりとりって。なので、もう点もつけなかったりするんですけど、NP のみみたいな。何って思ったんですけど、これが No problem の略なんですね。なので、Thank you って言ったら、Thanks, NP みたいな。っていうのが実際、よく使われてたので、あとは no prob とか no probs とかって略し方もあるんですけど、NP って言ってくる人もいたと。なので、no problem 自体が、めちゃくちゃよく使われてるんだなっていうのを分かっていただければ OK です。はい、それではここでクイズです。なんて言ってるか聞き取ってみてください。このシーンでは、ショーンがショーンのダディですね、お父さんに、It's $3 ってシャボン玉の価格をいくらだったよって伝えに行ってるシーンなんですけど、このシャボン玉、ダディ、このシャボン玉$3だったよってショーンが言ってるんですね。で、そこでのトリスのお父さんの返答っていうのをちょっと一緒に見ていきますね。So tell your dad how much it is. これでまず私が Tell your dad how much it is. いくらだったか言ってごらんって言ってまして。How much is it, Sean? $3. Okay, we can afford that, mate. 今のです。聞き取れましたかね？ちょっともう一回言ってみますね。So tell your dad how much it is. How much is it, Sean? $3. Okay, we can afford that, mate. ここですね。Okay, we can afford that, mate. って答えてます。We can afford that. We can afford that. は、それなら買えるよ、それなら買えるよっていう意味です。つまり、トリスはシャボン玉の価格を聞いて、それなら問題ないよ、買えるからいいよって言ってるわけですね。この afford っていう言葉もよーく使います。何する余裕があるとか、何を買うお金があるっていう意味になるんですね。例えば、夫婦がいるとして、奥さんが、このドレスいいな、買いたいなって言ってるとして、それに対して旦那さんが、We cannot afford it right now って例えば言ったとしたら、今は買えないよ。今僕たちにはそれを買う余裕ないよっていう時に使ったりします。補足です。この afford という単語についてなんですが、経済的とか金銭的な事柄でなくても、時間または精神的な余裕についても使えます。例えば、待ってられないよとか、待ってる余裕ないよっていう時には、I can't afford to wait ということができますし、あとは感情的な余裕に関しては、例えば、今悲しんでる余裕はないって言いたい時にも、この afford が使えて、I can't afford to be sad で、今悲しんでる余裕はないよと表現できます。で、そして文末の mate ですね。Okay, we can afford a mate ってトリスが言ってたんですけど、この mate、文末の mate はオーストラリア英語でよく使われる言葉で、イギリスの映画とかドラマ見ててもよく出てきますね。友達とか仲間を意味する親しみの表現になります。もう本当によく使われますね。オーストラリアで。で、日本語で言うと、友達とか兄弟というようなニュアンスなんですけど、ただ、日本語では、よう友達とか、よう兄弟とか、そうだよね、兄弟とかって言わないですよね。そう、言わないから、ちょっとあんまりしっくりこないかもしれないんですけど、英語圏ではこの語尾にこうしたmateとかメイト的な文言をつけるケースはよーくあるんです。で、ちなみにアメリカでは同じような意味合いとして、buddy とか、bro とか dude この辺をよく耳にしました。あとはアメリカはアメリカでもハワイにいた時は bra ってこれが方言って言われる多分言い方になってくるんですけど、言い方としてはもう dude とかよりも bra っていう風に言ってましたねみんな。そうなので住んでる地域とかあと年代年とかね、あとはそれこそ人種とかにもよっても結構何を使うかっていうのが違ってくるのですごく面白いなって思います。私たちは積極的にそんなに使う必要はないかなとは思うんですけども、語尾に mate とか dude とかがつくことで、今言われた時ですね、に、
ってなると、そもそもなんて言ってたか、そのメイトでわかんなくなっちゃうと、メイトとかデュールとか、例えば知らなくて、それを言われたことで、その前に言ってたことがパーって飛んじゃう時とか多分あるんですよ。現地に行って話したりとか、その英語しかわかんない人とコミュニケーション取ったりして焦るとですね。なので、ネイティブはこういうのを語尾にいろいろつけてくるんだなっていうのを知っておくことが大事かなと思います。ちょっとまだこの動画一つだけ撮ってもまだまだ伝えたいことがいっぱいあるんですけど、ちょっと長くなってしまうので今日はここまでにしたいと思います。で、リアルな英会話の使い方、今回学んだのが、その no problem とか、あとは afford とか、あとは mate とか最後につきますっていうのをお伝えさせてもらいました。この使い方とかニュアンスっていうのが分かった上で、この本編の動画をまた見てもらうと、何も知らずにただ見てるのとは、また違う気づきがあったりすると思うので、字幕なしで見て、また字幕付きで見てとか、何度か繰り返し見てもらうといいと思います。気づいた時には耳が慣れてきたとなってもらえると嬉しいです。もし今回の動画が役に立ったと思ったら、チャンネル登録とサムスアップお願いします。そして知りたいこととかリクエストなどがあれば、ぜひコメントで教えていただければと思います。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。See you next time! またねー。